速比べてみましょう。まずね、機体本体本物スパークです。じゃん。ありゃ、なんでよ、本物より大きいじゃねえか顔つきとかがねこっちのもので、こっちが、クローンでよく似せてありますね。ここ2メガピクセルです。こっちはフル HD です。このボディの大きさ結構衝撃的ですね。乗っけてしまうと今までのクローンとちょっとこう立ち位置が違う気がします。立ち位置というか上下が逆になってるというか、はい、コントローラーを比べてみましょう。こんな感じですね。例によってこれ単なるプラスチックです。アンテナでもなんでもありません。このような差になっているのと、スマートフォンのホルダーがですね、ここの部分からこう切り離れて、左右に開く、掴む、ホールドする構造になっているんですが、こちらはなんとこれはですね、別に開くわけではありません。この下から引き出して、ここにスマホをつけることになります。合成がないのにここにいるんですね。なかなか衝撃的な構造です。それからこれのよく似たもので、いーちゃんから出てるですね E58 マビックの、ミニチュア版クローンがあります。よいしょよいしょ。本当にちっちゃくてですね、非常にかわいいマビッククローンさんだったんですけど、開き方見ちゃったね。よいしょ。これと比べてもですね、当然なんですけどサイズが逆転してしまっていますね。これはそっくりです。ものすごくそっくりです。同じものじゃないかって、この構造とかね、とか、言えるんじゃないでしょうか。もしかしたらこっち側で、バインドできるかもしれないですね。モード1の改造済みです。ダメそうですね。点滅しっぱなしですね。一応こっちでやったので大丈夫ですね。何もしないでバインドしますね。それからここの色が赤色なんですけど、大きなので微妙に色が違います。ボタン右側はですね、なんですけども、ここがホームからヘッドレス、ボタンが違いますね。前はですね、モード1しましたので、早速さてモード1化しました。
ディスアーム成功ですね。ちょっと風が強いんですけど、上げてみますか。おっとっとっと。5秒以内ぐらいに、おお、上がった上がった。こんな感じです。おお、風に流される。なんかこう、安定感はあれだな。マビッククローンの方があるな。の高度維持がですね、安定しません。上がったり下がったりしてありますね。これは風とはあまり関係がないので、もう UR0.1 にしてこう上がっていっちゃうんですね、どんどんね。まあただモード1化したので比較的操作ができますね。これはマビックのプロの方がよくできてるな。着陸はですね、右側のスティックを押し込むんですけど、結構難しいそれ。そっか。いやいや。最後滑るね、君。電池がないか。